料亭だよ。すごい。しかも内側見て。かっけー。はい、ということで本日もこちらの50万円で購入した約150年の歴史があると言われている元料亭 DIY で素人が再生をしていきたいと思います。前回の動画でこちらのルームツアー出しておりますので、よかったらそちらも先にご覧になってからこちらの動画続けて見てみてください。ということで早速ですが本日の DIY 動画に移っていきたいと思います。張り切っていきましょう。まず元料亭だった入り口開けるとこちら開けた空間が出てきます。ちょっと段差があります。で入ると少し残った残地物と古く大きな立派なタンス。ここの残地物は購入してから少し中身を見てみましたが、おそらく衣類、料亭をやってた頃の服とか、こちらも肌着が置いてあるんですけど、こういったものが少し残っている状況になっておりました。こちらの大きなもう一つあるタンスを開けてみると、こちらはおそらく私服で着られてたと思われる洋服たち。こちらはねもうちょっとカビ臭くなったり汚れたり10年間の歴史が流れているので、ちょっと処分をさせていただきたいと思います。なかなかまだ中身が残っておりました。でこちらの戸棚、ちょっと中身を少し整理したんですけど、よく見ると鍵付きの扉が。金庫や。開かないよね。見て、鍵が。どれかな。多分どれかにこれ刺すね、ほら。よく昔テレビで開かずの金庫を開けるなんか番組やってたと思うんですけど、あれ結構大好きで、まさか自分家にこんな鍵があるなんて最高にワクワクしております。この目の前の鍵付き扉、中身すごく気になるところですが、まずはねちょっと片付けをしていかないと先に進まないので、気合を入れて取り掛かっていきたいと思います。僕は結構楽しみを後に取っておくのが好きなタイプで、なんだろう、例えば食べ物とかで言うと、美味しいものは最後に取っておく。あんまり、好きじゃないっていうか普通のものから先に食べて、美味しいものを最後に食べる。そんな感じなんだけど、ちえちゃんは結構もう美味しいものから先に食べてっていうスタイルで、あとはもう買ったものもすぐ開けたい。見えたもの、何でもすぐやりたい。好きなことをすぐやりたい。こんな感じで僕とね真逆な性格なんですが、ちえちゃんはねこのね先に楽しんだパワーを後に持っていける、嫌なことへの処理とかに持っていける。ちえちゃんは先にエネルギーをバーッと高めてから力を発揮する。僕は嫌だな、やりたくないことをちょっと楽しみのために終わらせてから頑張ろうって楽しみを先に見据えながら黙々と作業するタイプ。皆さんはどっちなのかよかったらコメント欄で教えてください。なんかさ、多分料亭だからなんか割烹着とかさ、あ、そういうことか。ご飯屋さんだからね。見て。本当だ。おお、かっこいい。かっこいいんだよ。これ取っとこうか。なんかね、かっこいいよね。なんか衣装に使えそう、この。何の衣装。わかんないけど。なんかさ。料亭だよ。すごい。こんなんでなんか朝ごはん作ってたら可愛いよね。この辺全部そうだ。わあ。千尋みたい。何これ。こうやってここだけ着るやつだよ。それだけ。こうやって。縛るやつね。違うか。ここの山からは料亭時代の衣装というか寒いというか制服というかやっぱり出てきました。保存状態すっごく良くて、クリーニングされて巾着に包まれた状態のまま出てきたんですよね。で布とかもあったので、これで浴衣とか着物を作るんですかね。こういった素材とかもそのままで置いてあったので、昔の人はここで衣装も作ったり、それか着物屋さんにこの布を
出して衣装になって戻ってくるのか、ちょっと歴史はわかんないんですけど、こうすっごい想像力がかき立てられて、あ、この時代のなんか映画とか映像とかでこう見てみたかったな、このユニフォーム着てこの場所で働かれてる料亭を見てみたかったななんてすっごい思いを巡らせながら、ちょっとね歴史的に貴重なのか、いろんな思いが詰まってるのかよくわからないんですけど、一旦ちょっとこの綺麗な着物たちは取っといて、周り近所の方、いろんなねこの歴史を知ってる方たちがいるので、欲しいっていう方には寄付をしたり寄贈をしたりしていきたいなと考えております。お、なんだこのうわ親父な感じ。お、袴？てかあれじゃない、なんだっけ、なんてだっけ、こういうの居酒屋さんとかで着るようなやつ。寒い寒い。か、うん、かわいい。本当だ。うわ、かっけえ。かっこよ。うわ、しかも内側見て、かっけえ。衣装の舞台にいかがですか？何それ。お侍さんも着るやつ。ガチでさ、腰がダボっとしてるやつでしょ。そう。初めて見た。すげえ。飾ってあるよね、よくね。この服気になって調べてみたんですけど、上下という服で、肩絹という上半身の服と袴、これで成り立ってて、室町時代から始まって江戸時代の頃には武士が着てた服みたいです。で、今でもこう伝統的なお祝い事だったり式典とかで着られることも多いみたいです。すごっ。私たちには価値がわからん。いやー、残地物少ないな、助かるななんて思ってたんですが、仕分けをしてもこれだけ約20袋ぐらいの燃えるゴミが出ました。で、今日がまだちょっとゴミの日ではなかったので、一旦家にある蔵へこちらを移していきたいと思います。いやー、疲れた。ということで、ついに片付けが終わったので、こちらの鍵のついたタンス、実際に開けていきたいと思います。ほんとこの時はね、ドキドキしました。分かっちゃった。開いた。いくよ。あら。まず一つ目、写真ですね。なんかちっちゃい頃とかのね。明けましておめでとうだって。本当だ。怖い。いやー、ワクワクと緊張感、ちょっと複雑に入り混じったこの気持ちで開けていったのですが、最後の箱、入っていたのは何か昔使われてた家電ですかねの説明書とか保証書のみでした。残念。ですがもう一つありました。隣のタンスに開いてない鍵のかかった扉、こちらも開けていきたいと思います。ちょっと右側の方がね、何もなかったのであんまり期待感がないんですけど、この3つの状態とてもドキドキします。ドキドキ開けてみます。確かに封筒とか。領収書とか。確定申告だ。っておくんだ。金一封でも入ってないから。いやー、金一封出てきたらいいなーなんて思ったんですけど、こういった残地物からお金が出てきた場合は警察に届けなきゃいけないとのことでした。
あと出てきたのがこちらの法事と書かれた紙、昭和9年と書いてあるので約90年前ですかね。いや、90年も経ったものがこの鍵付き扉で今2023年に僕が目にするなんて、この時誰が想像したんでしょうか。いや、本当に歴史を感じます。アメリカの国旗が、アメリカないやってなんだろう。何それ。これ京都のそうハガキなんだけど、ポストカードみたいな。そうそうそう、すげえ。すごくない？すげえ。まだ送れるのかな。送れると思うよ。これすげえ。これすごくない？あ、これでもポストカードシリーズ。大阪とかすごいね、これ。全国のしかそう、すげえ。これ全部ポストカードなの。これあとそうオリンピックのオフィシャルバッジ、東京オリンピックだね。これかわかんない。それとこれがそうなんかね、セイコーのあ、成功なんだ。そうなんか時計、おしゃれ時計みたいな、多分このさ首とかにかけてさ、昔の人がつけてるようなピンで留めて、でこれが議員バッジって感じで、議員バッジがありました。急に詳しい方に教えてほしい。センス、私が落としたのは金のセンスです。間違いございません。でここがね、飲食店だった証拠がやっぱり出てきました。職員衛生法、飲食店かな、営業、昭和47年5月31日から有効、出てきましたよ。誰なんだろう、分かる人いるのかな。野球に詳しい方そう、あとなんかね、掛け軸みたいなのが出てきて、おお、なんて書いてあるかは全く分かりません。何でも鑑定団に出してみましょう。そうなの。何でもだから。絶対これすごいやつだよね。何これ。私これめっちゃすごいやつだと思うんだが。なんか絵が浮き出てるように見える。ねえ。すごくない？すげえ。資料みたいな。うわ。はい。ということで、本日は鍵のついたタンスを開けてみたり、残置物を整理してみたりする動画だったのですが、いかがだったでしょうか。なんかね、こう、鍵付きの扉とかあると、わー、すごいこう、お金出てくるとか、なんかお宝金が出てくるとか、そんなイメージちょっとあったんですが、歴史的なものがすごくたくさん残っていて、ちょっとね、今の自分たちにはこの価値っていうのがわからないんですが、もしこの動画を見た方で、いろいろ詳しい方いましたら、ぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画で会いましょう。